こんにちは、ナッピーです。今日はディズニーミニチュアフード33号美女と野獣のカシスソルベを作ります。作る前に31号と32号はライブ配信で先日作ったので、まだご覧いただいてない方はアーカイブから見てみてください。その時の思いつきで付属のアイススタンド、これ一つしかないの足りなくて、針金をこのニスの容器に巻きつけて、こんな感じでアイススタンドをその時作ったんですよ。作ってみたい方はライブ配信のアーカイブ見てみてください。その時ちょっとお話ししたんですけど、この白いお皿、粘土が大量に余ってるのでお皿作ってみたらどうかなと思って、カシスソルベ簡単に終わりそうなので、私が考えたこの白いお皿の作り方も紹介しようかと思います。今回の内容物はいつもの粘土が1本と透明のグラスが2つ入ってます。最初にミントの葉っぱを作るんですけど、これからちょいちょい使う場面が出てきそうなんですよね。たくさん作ってもいいんですけど、私はまだ初めてだからちょこっとだけにしときます。ちっちゃい丸玉を作って伸ばします。残りの粘土から粘土プレス機で伸ばす。押さえる。そしたらここからね、ちっちゃい葉っぱを切るらしい。ちょっと乾かしてからにしようかな。ここから葉っぱを切り出します。すごい怖いんだけど、デザインナイフで葉っぱの葉脈をつけてくって、できないよ私こんなこと。手切っちゃいそうで怖い。これを1日ぐらい乾かすそうです。でも今日中に仕上げちゃいたいので、ちょっと乾かして貼っちゃおうかなと思います。次はパフェのグラスのここをやするようなんですけど、私のはそんなにバリが気にならないのでこのままにしとこうかな。どうせ飾る時は私両面テープくっつけて貼っちゃうので、グラスはこのままにしちゃいます。次はカシスソルベ、冊子の分量を取って、これクリアファイルです。これを混ぜる。こんなんでいいのかな。乾燥させてる間に葉っぱを仕上げちゃおうかな。すんごいちっちゃい
こんなちっちゃいよ。葉にボンドをつけて、ここに双葉になるように、ミントなので。無理だ。つかないよ。私にはこれをつけることができない気がする。すっごい難しいこれ。なんかどうやって貼ればいいのかがよくわからない。こんな感じかな。もう難しいからさ、ここに茎はさ置いた状態にして、この葉っぱを貼り付けてもいいんじゃないかな。双葉がこう開いてればいいんでしょ。これを削ってグラスに入れてくそうです。次はミントの葉っぱに色を塗ります。乾いたのでこれを切ります。ちょっと私のアイスのところにツヤがなくて、土から芽が出たんですかみたいな状態になっちゃってるんで、ちょっとツヤを足したいと思います。ちょこっとだけニスをところどころに塗っておきます。そうするとちょっとアイスっぽくなるんじゃないかなと思うんですよ。はい、これで完成です。この白いお皿の作り方を最後のおまけで紹介してみます。そこで思いついたんですけど、この美女と野獣のお皿に塗ってみました。そんなに私綺麗に塗れてないんですけど、この飾ってあるのが可愛ければいいんじゃないかなと思って、この塗っているシーンも最後に紹介しますので、興味ある方は最後まで動画ご覧ください。次号の予告は34号もう発売になってまして、買ってきてあります。フルートのドーナツですね。粘土が1本と、皆さんなくなって困ってしまっていた黄土色、こんなちっちゃいプルートの転写シートと、それからトング、あれこれ閉まらないです。動かないトングだったではでは、今回もご視聴ありがとうございました。
ではおまけです。このお皿の作り方を紹介します。なんてことなくて、この皆さん持ってる型と、あとペットボトルのキャップ、これを使います。粘土スケール一番大きい愛の大きさで、粘土プレス機で伸ばします。直径5センチぐらいかな。ちょっと5センチまでいかないか。こんなもん。こうギュッてやって広がるぐらいでいいと思います。それでこの型にいつものようにオイルを塗って、それからペットボトルのキャップもここに押し当てるんで、ちょっとオイルを塗っときます。できるだけ真ん中になるように置いて、でここでグググとお皿のへこみを作ります。こんな感じで、ちょっとここ盛り上がっちゃうんで、軽く粘土プレス機で広げておけば、これで平らになるので、これを乾かすとこんな感じになります。粘土をいっぱい使うので、余っているのが結構消費できていいんじゃないかなと思います。1日乾かしてこんな感じになりました。このまま白いお皿として使ってもいいんですけど、ちょっと私ひらめいたので、この美女と野獣のお皿、この縁のところにかけるかどうかわかんないんですけど、色付けしてみようかなと思います。こんな感じにできました。
興味ある方は作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。